人物の当たりの取り方。まずね、当たりとは何ぞやと。絵を描く上でバランスを崩さないように撮るガイドラインのことを指します。今までね説明してきた動画いろいろあるとは思うんですけども、ほぼねこの当たりのことについて、説明してると思って良いです。今回は人物の当たりのバリエーションとその当たりを使ってどう描けばよいのかというのを説明しております。私も当たりについて考察するの初めてなんで結構勉強になりました。それではいつもより少し長いんですがお付き合いください。はい、というわけでもうすでに画面にね映ってるとは思うんですけれども、人体のね当たりをいくつか準備してみました。といってもねそんなに多くはないですね。はい、では左から順に棒人間ですね。小学校の頃にかなりお世話になった人は多いんじゃないかなと思います。教科書の端っこにねパラパラ漫画とかよく書いてたなっていう感じです。はい、2番目ですね。ルーミスの優しい人物画っていう本に出てくる当たりのことですね。ネットでね調べてもらえればすぐ出てくるんじゃないかなと思います。はい、3番目です。2番目の形とほぼ同じなんですけども、骨盤の部分をねハートで解釈しているという感じのものですね。はい、4番目ですね。上半身と下半身を四角形で表現しているパターンです。はい、で最後に楕円をつないでいくパターンとなります。説明するにあたり明らかにやりづらかった、5番目のね楕円でつないでいるパターンに関してはまずは却下しておきます。それと2番目と3番目はほぼ同じ形なんで、まとめてしまってもいいかなというふうに思ってまとめて説明をしております。はい、というわけで棒人間パターンとルーミスパターンと四角パターンのこの全3パターンを練習して、でその結果から、それぞれの特徴について説明していければいいかなというふうに思います。はい、まず棒人間パターンですね。今画面に棒人間いっぱい書いてあると思うんですけれども、これを、人間の形にしていきます。はい、じゃじゃーんという感じでこんな感じですね。というわけでメリットデメリットですね。メリットに関してはもう簡単という、もうこれにつきますね。誰でも書けますし、もう何より早いですね。さささっと書けます。もうこの記号をね見せるだけで人間とね認知されるぐらいの知名度もありますし、人の形としてこう認識すごいしやすいですよね。でそれに対してのデメリットなんですけども、この人の形の方をちょっとよく見てもらうと分かるんですけども、横幅っていうんですかね、厚みがよく分かんないですね。肩とか腰とか、胴体周辺の横幅っていうんですかね、この辺がもう全然よく分からないですね。私の脳みそが補完して描いているんで、この棒人間から女性なのか男性なのかっていうのすらもよく分からないという結構ふわっとしてますよね。はい、というわけで総評です。お手軽な分、情報量が非常に少ないですと。どんなポーズにしたいのかっていうのを棒人間でメモするのはいいのかもしれないですね。はい、次にルーミスパターンですね。今ラフが書いてあるので、ここから、人の形を作っていきます。はい、こんな感じですね。メリットとしてこの骨格がデフォルメされて描かれているので、結構人の骨の形っていうんですかねに近いです。肋骨とか骨盤がこのデフォルメして描かれているんで、この棒人間では表現できない厚みを捉えやすいんじゃないかなと思います。肩の部分もねガイドがあるんで、腕の付け根の部分とかを把握しやすいんじゃないかなとか思います。デメリットとして骨格をデフォルメして描いているんで、その骨とか体をちゃんと描いたことがないっていうと、イメージしにくいかなというふうに思います。この胸のね肋骨の省略系、
このね当たりのこの形どう描けばいいのよとか、骨盤のこの省略化した形ってどう描けばいいんだよみたいな、そんな感じですね。はい、ということで総評としてなんですけども、すでにねある程度人の形を描ける人が参考に使うための形な気がしています。はい、最後に四角パターンですね。今当たりが書いてあると思うんで、人の形を載せていきます。はい、メリットです。曲線をね使わないので割と簡単に書くことができるんじゃないかなと思います。でかつそれなりに厚みを感じることもできるという感じですね。で逆にデメリットなんですけども、その曲線がないんで硬い絵になりやすいかなというふうに思ってます。全部直線で描いちゃうんで、その直線に引っ張られやすいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、総評ですね。人の形を捉えるのが苦手な人はまずこれ使うのがやりやすいんじゃないかなというふうには個人的に思いました。ということで結論を言ってしまうと、四角パターンを使うのが良いのではないかと思いました。まあね、それぞれねメリットデメリットあるとは思うんで、自分に合ったものをね当たり探すといいんじゃないかなというふうに思います。ネットに乗っかってる当たりが全てではないとは思うんで、自分のやりやすいものを使えばいいかなって思います。ただね、私個人としてはこの四角パターンがやりやすいかなと思うんで、今後もね使っていければいいかなというふうに思ってます。とここまで解説してきたんですけども、当たりのね、それぞれのパターンの解説だけだとちょっと味気ないんで、その個人的にやりやすいというふうに説明した四角のパターンを使って絵を描いてみたいと思います。まずね描きたいポーズを参考にしながら、この四角パターンでザクザクと当たりを取ります。その時にだいたい正方形を縦に4つ分並べてあげて、あと足をくっつけてあげる感じですかね。胴体を2つ分の正方形で取って足を2つ分、脚ですね、脚の方の足を2つで足の部分を作ってあげる。でかつ頭の大きさをね調整してあげればだいたい5頭身から7頭身ぐらいの、大きさにはなるんで、よく見かける頭身になるんじゃないかなというふうに思います。その際ですね、首と足はやや長めにして描いてあげるとスタイルがよく見えます。あとですね、この絵は女性を描いているんでウエストはやや上の方となっております。では続きを描いていきます。で続きを描くんですが、ここでちょっと一手間加えてですね、マイクラみたいな感じで立体にします。はい、こんな感じですね。なんでこの工程を入れるかっていうと、体の奥行きを感じることができるようになるからなんですね。で見てもらえば分かるんですけども、この立体にすることでこの青いとこですね、正面を向いてるんではなくやや右側を向いてるなっていうことが分かるんじゃないかなというふうに思います。立体っていうと難しいイメージあるんですけども、この全てのパーツを四角で描いてるんで、その箱を描いていけばいいだけなんですね。で複雑な形を立体で捉えるのはすごく難しいんですけど、この全部四角形で覚えちゃえばすごい簡単じゃないですか。あんまり気負わずに四角をどんどんつなげていくイメージでマイクラのキャラを描くような感じで描けばとりあえずはいいかなと思います。それと顔なんですけど、丸に十字を切って当たりを取る人めっちゃ多いと思うんですけど、こういうやつですね。っていうか私もやってたんですけど、なんか実は四角形で描いた方が分かりやすいんじゃないかなというふうに感じてます。ぶっちゃけ丸描くの難しくないですか？私難しいんですよ。難しいと感じてるんで、同じ丸を何個も描けないですよね。それって歪む原因なんじゃないかなっていうふうに感じているんで、四角で当たりを取るのがいいかなって最近はよく思ってます。この丸を描くのが難しいっていうのはちょっと顔だけに限った話ではないんで、
その話はねちょっとまた別の機会にできればいいかなと思ってます。はい、では次に進めます。このキャラはね女性を描いているんで、胸を描いてあげます。はい、ではこれでだいたい当たりは取れたかなというふうに思いますので、ここから下書きを描いていきます。はい、下書きを描きました。というわけでどうですかね。ちょっとね当たりが薄く残ってるんで、これも取っちゃいます。マイクラみたいにねこう立体的な当たりを作ったことによってこう体の側面をより意識して下書きを描くことができたんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでね、このままだとエチエチな絵になってしまうんで、服を着せてあげます。はい、でこれで、下書きはおおむね終わりですね。でここから、線画を描いて清書をしますと。はい、これで線画は完成ですね。で最後に色を塗ってあげれば、はい、完成となります。当たりから清書までの一連の流れを書いてみたんですけども、どうでしたでしょうか。それっぽく説明できていたのであればよかったかなと思います。はい、まとめです。当たりをね使うことでなんとなくでいいから人の形が描けるようになると、こう絵を描くの楽しくなってくるんで、人体をね描くのは難しいって思ってる人の、参考になればいいかなというふうに思います。あとですね、今回紹介したルーミスの優しい人物画という本なんですけども、これね私が絵を描き始めた頃に結構、参考に人体の練習をしてました。当時はね大変お世話になりました。こちらルーミス先生の本なんですけど、言語版っていうんですかね、原書の方ですね、英語で書かれている方をちょっとネットで探すとこう PDF で配布されてたりするんですけど、なんかこう著作権が切れてるから配布されているとか、権利者に許可を得て配布されているとかって話なんですけど、実は著作権切れてないよって話もあってですね、なんかこう諸説あるっぽいんで、見たいなという方は自己責任で、調べていただければいいかなというふうに思います。というかね、翻訳版の方もそんなに高いもんではないんで、気になる方は、そちらを買ってみてはいかがでしょうか。はい、それではだいぶ長くなっていると思うんで、今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。おしまいです。